皆さんこんにちは、こんばんは。猪熊のおっちゃんです。このチャンネルではガイドブックでは教えてくれない沖縄の歴史や文化に関する情報を移住者である猪熊のおっちゃんの視点から紹介しています。この動画をご視聴いただき、もし面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録をお願いします。さて、どうして沖縄の島々は琉球と呼ばれ、そして沖縄という名前になったのでしょうか。歴史書の中で琉球という名前が初めて登場したのは中国の隋の歴史書、隋書です。この中で隋の煬帝が607年に琉球国に使いを送ったが、言葉が通じず一人拉致して戻った。翌年にも使いを送ったが、琉球は従わず、そのため甲冑の一種である布子を奪い戻った。この時、遣隋使として長安に滞在していた小野妹子らがその布子を見て、これは医薬国の人が用いるものだと言ったと書かれています。随書には琉球国に関して比較的詳しく書かれてはいますが、残念なことにその琉球国の場所や位置は台湾や周辺の先島諸島なのか、沖縄諸島またはルソン島のあたりなのかは書かれていません。なお、小野妹子の言った医薬は屋久島を指すとする説と、種子島屋久島より南方の島々を指すとする説とがあります。その後、明代以降になって、現在の沖縄本島周辺のことを琉球と呼ぶことに落ち着くことになります。それは14世紀後半、沖縄の三山時代の頃に本島に起こった北山、中山、南山の3つの国に対して、それまで最も使用の多かった琉球に札幌国の証として王編を加えて琉球と明が名付けたことによります。この後、1429年までに中山が北山と南山を滅ぼし、統一王国としての琉球王国、琉球国が起こることになりますが、国号統合は琉球国中山王を承継しました。なお、これは琉球処分まで続くことになります。随書の中では、琉球は福建省の東海上に位置する一階の島嶼と書かれています。随書に続く時代の北史、津典、諸番史においては、随書の記述を踏襲し、宋の代の地理書である太平関羽記においても内容に大差はありませんでした。元の時代に完成した文献図稿においては、琉球は台湾と沖縄県周辺を混同して指す記述となっています。なお、13世紀には中国では奄美群島や沖縄諸島が中国の札幌に下ったことで、その存在が知られるようになり、14世紀以降、沖縄本島を大琉球、台湾を小琉球と呼び、琉球王国の勢力圏を示す地域名称として定着していくことになります。一方で琉球は隋が勝手に命名した呼び名であり、内省的には古くから自国を大きな葉に近い音で呼んでいたとする研究もあります。沖縄の呼び名が歴史書の中で初めて登場したのは、近江の御船が779年に記した鑑真の伝記、
東大和城東正殿です。この中で鑑真らが島民にここはどこかと尋ねた際に、阿古那覇と答えたと書かれています。少なくとも鑑真らが到着した753年には、住民らが自国を沖縄のように呼んでいたことがわかります。また、おもろそうしには、ひらがなの沖縄という名の高級神女が登場し、現在も那覇市安里に内縄宇滝という宇滝が現存し、県名の由来とされています。その他にも国内外の資料に、浮縄、秋縄、内縄、内名といった表記を見ることができます。なお、現在の沖縄という漢字表記は、いわゆる当て字で、1719年に書かれた新井白石の南東詩で、まるで沖に浮かぶ縄のように細い島であるという表現が使われたのが最初で、長門本平家物語に出てくる沖縄に、現在の漢字、沖縄の字を当てて作ったと言われています。この沖縄が琉球処分後の県名に採用され、今日では一般化しています。なお、第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサーの思惑により、琉球列島米国軍政府と呼ばれ、歴史上に琉球の名称が再び登場することになりました。これまで沖縄に住む人々は、沖縄諸島が交易をする上で便利な位置にあることで、昔から中国や日本、朝鮮、さらに東南アジア諸国との交易を通じて多種多様な文化に触れ、それらを上手にチャンプルーして融合させ、成熟させてきました。また、海の上に浮かぶ小さな国ではありますが、古くから大国である中国や日本などと上手に付き合いながら渡り歩いてきました。私の個人的な考えですが、そのことが現在でもいろいろな名称として琉球や沖縄の両方が残っているのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。もし面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録をお願いします。おっチャンネルではこれからもガイドブックでは教えてくれない沖縄の歴史や文化に関する情報を紹介していきます。それでは次回をお楽しみに。